皆さんこんばんは。YY ニュースの山崎です。今日は2020年の3月の23日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時16分ということで、1時間16分遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、現在我々が世界各国で直面している深刻な問題1、新型コロナウイルスパンデミック2、貧困の急拡大と3、実体経済破壊による金融支配を唯一解決できる方法は、私が提唱している金融経済の課税であるというのが今日のメインテーマです。早速初耳さんが必見ですということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。現時点で、音声も映像も問題なく配信されているということですね。今日の YY ニュースライブ通算で2954回目と57回目ですね。それから今日のメインテーマ、放送のメインテーマをブログ記事にしまして、明日配信しますけど、通算で3365回目というふうになってます。土山純一さんがいつもありがとうございます。お茶爆店とコンティニューコインが2枚ですね。それから初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインをアップしてくれてます。1、2、3、4、5、6枚ですね。コンティニューコイン配信ありがとうございます。7枚だ。から砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれてます。ということで今日の放送を始めます。最新のお知らせで、先週の金曜日の放送のメインテーマですね。C 日本共産党委員長が安倍晋三首相が犯した森友学園公文書改ざん、国家権力犯罪に加担した出世官僚、財務官僚の出世ポストを公表したが、実名を除外したと。要するに、肝心なところはスルーするんですよね。日本共産党のこれは古くからの体質なんですね。ということは、彼らは健全な野党の現在の位置に非常に満足しているということで、それ以上、いわゆる我々が提唱している市民革命、戦後日本の政治を独占してきた米国の傀儡政党自民党と、それからカルト宗教公明党創価学会による政治社会金融経済の独占支配を根本的に解体するんだと、市民革命を起こすんだという、我々の方向性とは違うんですよね。一見非常に正しいことを志位委員長は言ってますけど、でも肝心なところはスルーするという、日本共産党の持っている本来の正体っていうか等々が今回も暴露されたということで、佐川局長以外の名前をですね、わざとスルーしたんですね。で、今日取り上げますけど、日刊現代の今日の記事にはちゃんと実名が書いてあるんですよ。そして、この方が自殺された赤木さんなんですね。非常に優秀で真面目な国家官僚ということで、彼を自殺に追いやったのが安倍晋三以下のと、それから財務官僚ですよね。ここに書かれている6名全員が刑事罰を一切免罪免責されて、出世してるんですよね。
佐川、理財局長、国税庁長官になったんですね。で、2018年3月に退職と。それから中尾、理財局次長、横浜税関長。これは19年7月に就任して、現在もこれ、横浜の税関長やってるんですね。それから中村実、理財局総務課長。これは中英の講師になってるんですよ。ナンバー2ですよ。普通だったらありえないですね。去年の8月就任ですね。それから富安太一郎国有財産企画課長。これは内閣官房参事官兼情報通信参事官と。これは去年の7月就任。それから田代。これがあれですね。田中隆作さんの記事で、写真が載ってましたけど、爬虫類のような冷たい目を持ってて、表情一つ変えないという。これが財務省の理財局の国有財産業務課国有財産、審査室長って言うんですね。これが現在もここにいるんじゃないですか。福岡財務支局関西部長になってるんですね。そして、最後南義人。これは近畿財務局長なんですね。これは東京国税局長出世していると。だから一人の真面目なノンキャリア官僚を犠牲にしてこいつらが全員出世しているというとんでもないことが起こってるんですね。これ砂月さん、シカゴさん追悼コンサートありがとうございます。シカゴさんがお亡くなりになったんですかね。ちょっとその辺の情報が一切入んないんで、追悼コンサートだけの情報が入ってるんでちょっと分かんないんですけど、砂月さんご存知ですか。シカゴさんが最近亡くなったという情報をお持ちですか。ということです。ジョシュア・マーティンさん、お疲れ様です。お茶バク転ですね。本件許しがたいと。雪丸馬さん、ケーキ、安倍も小池知事も五輪延期のも言い出しましたねと。だから中止なんですよ、あんなの。五輪なんていうのは。延期じゃないんですよ。中止しろと。いうことですよね。いうことですね。で、このような YouTube の表紙を作ってくれました。実名を外したと。日本共産党に、幻想を持っちゃいけないよということなんですね。令和新選組と共闘するという方向性が今出てるんですけど、でも革命政権、根本的に現在の政治経済金融制度を根本から解体してやり直すという姿勢は取らないんですね。そのことを肝に銘じておかなきゃいけないということが、この小さいことですけど透けて見えちゃうんですね。そして、金曜日の放送の視聴者数ですけど、ツイキャスが368名様、YouTube がすごいですね、1315名で、合わせて1683名の方が視聴されているということです。それから次に新型コロナウイルス感染の最新情報として、最初に持ってきたのがハンギョレの新聞で、スウェーデン首相、文大統領に、
貿易経験の共有を要請ということで、韓国が新型コロナウイルスの貿易面で、優れた成果を出してんじゃないかということで、スウェーデン首相が文大統領にですね、電話をかけてきて、ぜひその経験を、貿易の経験を共有したいというふうに言ってきたっていうんですね。から2つ目がイタリア、新型コロナの死者4825年5人と感染者が5万人超えちゃったということで、中国に次いでですね、今までは韓国だったんですけど、イタリアの死者が抜いちゃったということなんですね。から3番目、ニューヨーク市長、病院に不可欠な物資、底をつくまであと約10日だって。だから今週中でもうニューヨークの病院は人工呼吸器や外科用マスクといった病院に不可欠な物資の不足に見舞われると。それまでにあと10日だと。これが23日今日付ですから、もう今週いっぱいしか持たないっていうところなんですね。すごいところに追い込まれてますね。ということです。今までのところをアップしますね。これが表紙ですね。そして現時点での視聴者数が合わせて1600名を超えたということですね。それから今日の新型コロナウイルス感染最新情報、韓国の貿易経験を共有化したいということで、スウェーデン首相から要請があったということですね。それからニューヨークの市長が悲痛な、イタリアが最悪の状態になっているということで、医療が崩壊しちゃってるんですね、イタリアは。そしてニューヨークの病院は人工呼吸器や外科用のマスクは10日しか持たないと。在庫がなくなっちゃうという危機的な状況ですね。本名住所までご存知の通報者さんだったので、本名住所は省かせていただきましたということで、やはりシカゴさんはお亡くなりになったってことなんですかね。去年の7月ですね、世田谷の病院にお見舞いに行ったんですよね。その時は寝た状態だったんですけど、非常に元気だったんですよね。でそれから
今月が8ヶ月ですか。ということですね。ご冥福をお祈りします。シカゴさん。このワイワイニュースライブに、元気な頃は必ずですね、鋭い、コメントを入れていただいてたんですよね。残念ですね。ジョシュア・マーティンさん、音を消して報道ステーションをつけてますが、延々と東京五輪延期、今年秋、来年とやって、やってて、アホっぽいということで、あんなもんは2年後延期しても、到底やれないですよ。3.5 兆円の国民資産を導入して、結局それで、利益を得るのが大企業、ゼネコン、マスコミ、電通、そしてその利権を分け合う、IOC、JOC、オリンピックマフィア等々ですよね。で、そのツケを払うのが国民といつものパターンなんですね。だからもうオリンピック自体が完全にインチキなんですね。ギリシャのいわゆる戦争都市国家で、武力衝突戦争を繰り広げていた中で、休戦協定を結んで、実際の戦争の代わりに、スポーツ競技で競うということがギリシャで行われたということを、捉えてですね、戦争ではなくスポーツの祭典だと、平和を祈願するスポーツの祭典だという、立派な理念を掲げて、オリンピックというのを4年に一度開催するということになってるんですけど、これ提唱したのがフランスの貴族グーテンベルク男爵とかなんか言うんですけど、非常に怪しいですね。おそらくイルミナティの一員でしょうね。そして現在どうなってるかというと、 IOC がアメリカの NBC に放送権を10年分かなんか束ねてですね、パッケージにして売って総額4000億円の放映料をもう払ってもらってるんですね。だから到底中止なんかできないんですよ。せいぜいできても延期ですよね。だから IOC はいつまでたったって、中止とか延期はしないと、発表しないと、そして JOC もしないということでしょう。でも世界各国からおかしいじゃないかと、中止すべきだと、あるいは中止できなかったら延期すべきだということで、カナダなんかはもしも7月に東京オリンピック無理やり開催するんだったら選手は怒んないよと、あるいはドイツの陸上競技の連盟の会長が中止すべきだと、延期すべきだと等々で、もう当然のごとく言われてるわけですよね。それに対してもぐずぐず IOC は返事を出さないと。そして安倍が完全な形で開催できなければ延期もあり得るというようなことを昨日発言したってことになってて、もう最初からできっこないというのは分かりきってるんですよこれで。オリンピック自体もそのうさんくささから金権体質、戦争の代わりに、アスリートが鍛えた技で競うということを、平和を願うということであれば4000億円のほとんどをですね、平和のために使えよと、自分たちの利益のためじゃなくて世界平和のためにその金を使えよということでしょう。中319さん、
砂月さん、2月までシカゴさんのツイッターはポット状態で続いていましたが、2月16日頃から凍結されましたと。そうなんだ。ということは2月の16日ぐらいから頃に亡くなられたということなんですかね。ジョシュア・マーチンさん、キャス君ですね。で、特にこの東京オリンピックっていうのが、安倍が電通を使って、アフリカ票を支配している、国際陸連の会長、IOC の委員を買収したんですよね。そして、アフリカ票を大量にありますんで、アフリカ票を獲得して、東京開催を買収して、金で買収したんですね。だからうさんくさいんですよ。で、さらに、福島第一原発放射の大事故に関してはアンダーコントロールだという大嘘をついて、この東京オリンピックを福島五輪、福島の復興五輪にするという政治的な思惑を持ってですね、放射能汚染、重度に汚染されたいわゆる旧J ビレッジっていうんですかね、元のいわゆる大事故当時の最前線司令部があったところからスタートするということで、100ミリシーベルトという現在でも重度に汚染されて居住できないというところから出発させるんですよね。だからクレイジーですよ。もう本人が亡くなってから半年間ツイッターが生きてたわけですが、そうなんですね。ジョシュア・マーティンさん、コンティニューコイン。嘘と賄賂の東京五輪招致。復興妨害五輪ということですね。ということです。最新情報でイタリア死者が4825人になったと。そしてニューヨークですね。ニューヨークのあと10日で在庫がなくなるという悲痛な叫びですね。だからトランプはこれに対して一切答えないんですね、彼はね。そして今日の画像ですけど、自殺した赤木俊夫さん、先ほどお見せした赤木さんの写真ですね。そして、出世した6人の財務局のエリートキャリア官僚のリストです。この名前を日本共産党委員長はわざと隠したんですね。外したんですね、これ。徹底的に名前を晒して、官僚個人の権力犯罪加担の責任を徹底的に追及すべき立場にいるんでしょうと。それを名前を外したんですね。砂月さん、5人不正
誘致疑惑、フランス検察の活躍に期待しましょうということで、でも時間かかってますよね、フランスの検察。もう2年越しやってんじゃないですか。で、ブラジルの際の同じような買収疑惑があって、それに対して、フランスの検察も協力したんですけど、ブラジルの検察当局がブラジルオリンピック組織委員会の委員長を逮捕して起訴して、裁判にかけて有罪にしたんですよね。で、本来だったら森喜朗、あるいは前の誰でしたっけ、JOC の会長、この疑惑で、辞職した会長ですね。そして、安倍晋三から電通等々のこのオリンピック買収事件の犯人たちを日本の検察が逮捕・起訴し、裁判にかけて刑務所に送るということをしなくちゃいけないんですよね。フランスの検察ではないんですよね。日本の検察がすべきなんですよ。それを一切しないんですね、これ。日本は。キララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。ということで、今日の画像はこの画像です。だから日刊現代は、当然のこととしてですね。で、日本のメディアは一切これを隠すと。から今日の注目情報ですけど、これはブロゴスというサイトですね。森友公文書改ざんでノンキャリア職員の命を奪い権力の座にしがみつく安倍晋三、昭恵夫妻と財務官僚、キャリア官僚ということで、これは3月21日の記事ですね。で、これは書いたのが前経済産業省労働組合副委員長の飯塚森保さんという方が内部告発みたいなもんですよね。これはなかなかいい記事ですよ。それで結局自殺された赤木さんはノンキャリアなんですね。で、元国鉄の職員から転職したということで、だからキャリア官僚とノンキャリアが徹底的に、差別構造の中に置かれているということなんですね。だから本省があって、本省が政策を決めて、指示を出し、そして、地方のこの赤木さんがいた近畿財務局のノンキャリア職員がそれを実行するという立場なんですね。だからもうやめた方がいいんですよ、日本のキャリア官僚とかノンキャリアなんていうのは。だから日本の東京大学法学部がキャリア官僚の養成所になってて、ほとんど全てが嘘つきの権力犯罪加担者になってるわけですよね。佐川にしろ。キャリア官僚っていうのは大体東京大学法学部出身なんですよね。だからもう東大解体なんですよ。我々が全共闘運動をやった時に東大解体っていうのをやってたんですけど、あの時に解体できなかったということが諸悪の根源でしょうね。旧帝大含めて、いわゆる官僚養成、大学というのは全て解体するというのが正しいでしょうね。そうだ、武田だ。ありがとうございます。前 JOC 会長、武田恒和っていうのかな。こいつもフランス検察から起訴される可能性が大ですよね。
何でしたっけ。ということで、そうだ、今日の注目情報です。今日の画像ですね、画像。ジョシュアさん、キャリア官僚の2年ごとのジョブローテーションをさっさと廃止すべきと、無責任で専門性なしという。だってあれですよ、財務省のキャリア官僚なんていうのが28ぐらいで、地方の税務署の所長になるんですよね。何にも分かんないで、所長になって2年ぐらいそこにいて、そしてまた本省に帰るということで出世していくんですよね。だから28のガキが何にも知らないガキ、ただただキャリア官僚で東大卒だということだけで周りが持ち上げて、何事もなかったかのように2年間その税務署長を務めさせて本省に送り返すというバカなことやってるんですね。そんなのやめろって言うんだよね。もうキャリアとかノンキャリアじゃなくて、日本国憲法を遵守し、現在の日本国憲法を尊重し遵守する、公務員、を一律に採用すると。キャリアとかノンキャリアってのは関係ないんですよ。どの大学出ようが関係ないんですよ。高校卒業だろうが大学だろうが大学院卒だろうが関係ないと。唯一の基準というのは日本国の最高法規である日本国憲法を遵守し尊重し、そして国民のために奉仕する、公務員、これを唯一の基準として採用するということでしょう。石原慎太郎元都知事が五輪疑惑の発端と、これもそうですね。石原慎太郎とんでもないですよ、あいつは。中3193コンティニューコインですね。だから彼は東京オリンピックの実現のために、5期やったんですよね。で4期終わってもう都知事立候補しないということだったんだけど、唯一東京五輪の利権を実現するために彼は5期目の立候補を決めたと。そして猪瀬にバトンタッチしたんですね。だからこいつなんですよね、石原慎太郎っていうのは。そして今日の推奨本で今日からですね、この本を朗読するということで、今まで40何回やってたんですけど、ちょっとマンネリ化してきましたんで、ここでやめて3分の1読んだんですね。300ページのうちの100ページぐらいは朗読したんですけど、これに切り替えると。イルミナティ悪魔の13血流という、これを書いたのが、フリッツ・スプリングマイヤーということで、現在もアメリカ人なんですけど、65歳で、存命してると思うんですね。ジョシュア・マーティンさん、コンティニューコイン、本当石原慎太郎も、先般の一人ですね。あいつはこの間例のアングロサクソンミッションの英高官の話、2005年6月にロンドンのシティで開催されたイルミナティの秘密会議にたまたま招待されて、参加した英国高官が5年後にですね、インタビューを受けて、プロジェクトアバロンというビル・ライアンにインタビューを受けて、その中で詳細にその
秘密会議の内容を語ったんですね。でその中に、要するに彼らがイルミナティの最高幹部が決めた行動計画を25人とか30人いたイルミナティの幹部たちがそのイルミナティ最高幹部が策定した行動計画が実際にどのように実行されているかをチェックしてるんですね。実践部隊なんですね。そして、必要な命令を下に出すという連中の集まりにたまたま参加しちゃったということで、あまりにも衝撃的な内容だったんで、おそらく身の危険も感じてですね、5年間は躊躇してたんですけど、やはり公表すべきだということで、このイギリスの高官は暴露したんですね。その中に、最初イスラエルがイランを攻撃すると、そしてイランか中国が通常兵器では到底勝てないイスラエルに対して核兵器で反撃するということから、中東で限定核戦争が起こすという、そして、限定核戦争の停戦が実現した段階で、次に中国に、生物兵器を撃ち込むと、いわゆる今のコロナウイルスみたいなものですよね。でそこから世界中に感染が拡大すると、そういう中で大混乱する中で、欧米諸国を中心にして、国民を徹底的に、支配管理する戒厳令状態を作り出す全体主義的な強権国家を政府を作るんだと。そして、最終段階だと限定核戦争から全面核戦争、第三次世界大戦を勃発させるんだというような行動計画が話し合われてたと。でその中で、日本政府に対しては、中国の金融経済、インフラを破壊するための、工作を、日本政府に、命令したけど全然やってないじゃないかという不満が出たんですね。でそのことを考えると、ちょうど2005年6月っていうのは小泉純一郎内閣だったんですね。で小泉はその命令、イルミナティの命令を実行しなかったということで、そこで話題になったんですね。で、よく考えるとその次の安倍政権が本来だったら実行すべきところを彼は1年で放り投げたと。そして次に、福田内閣、彼はリベラルな人物ですので、イルミナティのそのような計画、おそらく命令されてたけど実行しなかったと。1年で終わったんですね。そして、そして誰かな、麻生かな、麻生も1年、そして民主党になったんですよね。で民主党のなってですね、今から考えると前原っていうのが国交大臣に、任命されて、彼が国交省の配下にある海上自衛隊に海上じゃねえや海上保安庁か。なぜか海上保安庁っていうのは国交省の組織の中に入ってるんですね。ここに命令して、尖閣諸島の周りの漁場で、中国の船が
審判、領海侵犯しているということで、それを厳重に取り締まれという方針を前原が出したんですよ。で、それから一気に緊張が強まって、そして、次に、石原慎太郎東京都知事が突然ですね、2009年の3月か4月に突然ワシントンに飛んでヘリテージというネオコンの拠点シンクタンクで記者会見を突然開いて、そして、国が買わなければ東京都が尖閣諸島を買うということを言い出したんですね。何の前触れも脈略もなく。で、それから一気に野田首相が焦って、国が買い取るということから日中関係がものすごく緊張関係になって、そして、民主党政権が倒れて安倍になって完全に、中国を敵視する方針を打ち出したということなんで、今から思えばですね、石原慎太郎の前に、前原誠司という民主党に送り込まれた工作員、これが命令を一部実行したということかもしれないですね。もう戦争はいらないくらい世界中にコロナ騒動が巻き起こっていると、計画変更があったかと。だからおそらくですね、米ソの冷戦が終わって、その次に仮想敵国として仮想敵として、いわゆるテロ組織に対する対テロ戦争っていうのをぶち上げたんですよね。で、その対テロ戦争のきっかけ作りとして911を自作自演でやって、それを契機にアフガニスタンに侵略し、イラクに侵略し、そして現在のシリアとかソマリアとかウクライナとかという内戦 IS を自ら作り上げてですね、対テロ戦争の一方の当事者に作り上げたと。で IS がほぼ解体状態になった段階の今、次の大陸軸として、生物兵器、ウイルス対ウイルス戦争というところで、今回の新型コロナウイルスを中国、あたかも中国が発生源だというような謀略を作って、中国発で、ばらまいて、現在世界中で、パンデミックを起こしているという、常に、イルミナティが考えるのは仮想敵を作るんですよね。だから冷戦時代っていうのは社会主義、共産主義ソ連と、だから自由主義、資本主義の西洋諸国という大陸軸で、米ソ冷戦で核競争で、を作ったと。でその後は対テロ戦争で、その次に対ウイルス戦争という、次から次へと彼らは大陸軸をわざと作っていくというところでしょうね。砂月にさ、民主党政権になった時の麻生政権時の金庫すっからかん衝動作戦も民主党が短期で終わった原因これは民主党が3年で終わったっていうのはもう
最初の1年の鳩山幸夫だけが真面目にですね、本当に、反自民の野党政権を作ろうと思ったんですけど、自らの失敗で、足を引っ張られて1年で辞めて、次に菅ですね、菅直人。これは完全に、財務省の官僚の手の上で、踊ってて、公約に、ないような、消費税、のアップとかなんか言い出したんですね。それと、何でしたっけ、第三の開国のような貿易協定を結ぶんだという完全に彼は、そしてとどめに、311の福島第一原発を仕掛けられて、で、菅直人の次に野田という完全に 100% 安倍晋三と裏でつながっている工作員、それで解散総選挙すれば完全に民主党が敗北するっていうのは分かってても、彼は解散総選挙して、安倍の第二次安倍政権誕生の追払いをしたという経過ですよね。何でしたっけ。そうか。この本の朗読です。で、最初、太田隆さんのイルミナティをしなければ日本は今滅ぶという4ページぐらいの文章なんですけど、これは飛ばしてですね、本文だけ、を朗読するということにしたいと思うんですね。で、一番最初、0章ですね。0章、今日はイルミナティ理解のためのイントロダクションという、ここで1ページをここ読みますね。サタン、ルシファー、デビル、光の天使、グノーシス主義への帰依からということで、そもそもイルミナティとは悪魔のエリート血流であり、悪魔術を実践することでその力を得ていると。男も女もこれらの血流のものは、宗教的な訓練を通してあらゆる種類の神学とあらゆる種類の神について学ぶが、この中には一本の共通の意図が織り込まれていると。それはそれは全く力、完全な力への渇望であると。したがって極めて自己中心的で、傲慢な神学となり、信じる者の人間らしさを奪ってしまうと。当然ながら釈迦やイエス・キリストの愛と慈悲の教えと実践は、イルミナティが教え実践するオカルト真剣政治と相入れぬ真反対のものだが、現実には多くの仏教キリスト教宗派のリーダーはイルミナティとしっかり結びついていると。それゆえに古代以上にというよりさらに巧妙に暴力的で残酷な世界が作られていると。明敏な観察者なら気がつくだろう。いかにこれら各宗派が儀礼的な力の神学をさまざまに創設し、指導者の歪んだ力と指導の秘密性とを正当化していることかと。そうした秘密の力に飢えた宗派の指導者たちは、数千年以上にわたってある種秘密の一神教を保持してきた。彼らは悪の神を崇めるのであると。この秘密の信仰は通常一般の信者からは隠されると。それはカーリー、薬中、ヒンズー教のシバ神の嫁ですね。のような悪の神への信仰であって、この秘密の悪神は、悪い神はサタン、ルシファー、デビルなどと知られていると。イルミナティの究極の神秘、秘密神は単に純然たる悪ではなく、
光の天使の仮面をかぶることのできる悪の天才であると。イルミナティは秘密裏に、グノーシス主義を教えると。悪行は善行とバランスを取らなければならないと。陰陽思想と同じタイプの概念であると。このような者どもは悪をなすときには悪魔主義者らしく、善をなすときはその富と力によって強い指示を受け、一般の人々は彼らの神学の二面性を理解しないのであると。なるほど。二面性を持ってるんですね。悪と善のそれぞれ、彼らは一生懸命やるという。だから悪を実行する場合は、実践する場合は徹底的に悪魔的な悪を実践し、善を実践するときは慈善家として、やると。ビル・ゲイツなんかもまさにそうですよね。慈善家としてのビル・ゲイツ財団、そして裏では人口削減計画を真面目にやっているということでしょう。というのが今日の第1回目です。これ面白そうですね、これね。おそらくこれ600ページありますんで、1年以上かかるでしょうね。そうか。今日の注目情報。これですね。そして今日の朗読、推奨本の朗読、第1回目。第1回目、20ページ、イントロですね。ということです。現在、時間が53分。なんか目がしょぼしました。53分14秒。同時期に、視聴されている方が38名、全体で106名様。コメントが30件ですね。TPP か、そうですね。のこのこさん、コンティニューコイン2枚ですね。そして、砂月さん、TPP の官、消費税の野田。で、中ン3193。電磁波兵器として開発された 5G による世界的汚染が始まろうとしているのが現在一番心配ですと。突然死も多発する想像しますと。電磁波障害について全く話題にしない大手メディア、日本のメディアは絶対悪ですという。そうですね。5G は100メーターおきにですね、強力な電磁波を出す電波塔を100メーターごとですよ。ということはもう人間の持つ本来の免疫力を破壊するということで、様々な障害を引き起こすと。だから免疫力がなくなればコロナウイルスなんかにイチコロですよね。だから人口削減計画そのものじゃないですか、 5G っていうのは。5G のいわゆる積極的な大容量で、大容量で、映画をなんか何時間も見れるようになるとか、
いいことずくめで宣伝してますけど、実際は4G の電磁波がすでにさまざまな障害をもたらすということで、それにさらに上回る 5G っていうのは完全に、人間の体を破壊するでしょうね。そのことの危険性をほとんど日本のメディアは伝えてないという、本当犯罪的ですよね。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、現在我々が世界各国で直面している深刻な問題。1、新型コロナウイルスパンデミック。2、貧困の急拡大。3、実体経済破壊による金融支配を唯一解決できる方法は、私が提唱している金融経済の課税であると。まさに今こそ金融経済に課税せよと、実体経済に課税するんだということを我々が主張し、そして、市民革命政権を樹立するということこそ今緊急な課題であるということなんですね。で、安倍内閣は新型コロナ経済対策30兆円を捻出するため再び赤字国債を発行しようとしていると。で、これはすでに1150兆円に膨らんだ国の借金をさらに膨らませて、そのすべてのツケを国民に支払わせるという最悪の政策であり、絶対に、させてはいけないんだということで、該当記事として、これロイターですね、焦点日本の新型コロナ経済対策真水15兆円の規模検討赤字国債発行へという記事があるわけですね。そして今こそ金融経済に課税して500兆円の新たな税収で1、新型コロナウイルス対策、2、ベーシックインカム導入、3か子ども手当支給、4、教育の完全無償化、5、セーフティーネット、医療、介護、福祉、整備を実現せよということで、金融経済への課税とは何かというと、540兆円規模の実体経済の約20倍、1京円1万兆円規模に膨張し、実体経済を破壊してさらに肥大化し続けている金融経済に 5% の金融商品取引税を課税して500兆円の新たな税収を得て、以下の国民生活救済に充てるんだということで、1、新型コロナウイルスのパンデミック対策と、2、最低生活保障ベーシックインカム制度の導入と、3、子ども手当支給制度導入と、4、教育の完全無償化と、5、セーフティーネット介護福祉、医療の整備ということで、これに関して私の関連該当ブログ記事、これは去年の12月4日付ですね。人類が生き延びる道は実体経済と地球環境を世界規模で日々破壊して自己増殖する金融経済支配を終わらせる市民革命しかないんだと。これの URL ですね。というのが今日のメインテーマです。そうなんですよ。だから相変わらずこのままいくと、新型コロナウイルス経済対策用に30兆の赤字国債発行すると。そうすると財務省が30兆の赤字国債発行すると、全額を銀行に引き受けさせると。そして、30兆のおそらく 0.1%、3000億とか4000億の利子を払うわけですよね。政府は民間銀行に1年間3000、おそらく30兆だと 0.1% だと3000億円の利子を払うと。そして、30兆円の借金をすると。
そして、1年、経った頃にですね、銀行が買った30兆円の国債を日銀が買い取るということで、日銀が銀行券を発行して30兆円を銀行に供給すると、こういうサイクルなんですね。その結果、1150兆円に膨れ上がった国の借金が1180兆円になると。それが国民の負担になるわけですよね。借金というのはいつか返さないといけないということなんで、国民に全てのツケを回すといういつもの自公ファシスト政権のやり口なんですよ。これをやめさせると。実体経済に課税するんだと。だから 10% の、消費税を廃止して、そして金融経済に課税すると。5% の全ての金融商品取引税を導入するということで、1京円1万兆円の 5% ですから500兆円の新たな税収が生まれるわけですね。でそれを今回の新型コロナウイルスパンデミック対策に使うと。500兆円ですからね。で2番目に、ベーシックインカムに使うと。3番目に子ども手当に使うと。月、5万円ですね。でベーシックインカムは私の提案は月20万年240万と。で子ども手当は月5万円と、年間60万と。そして、教育の無償化、完全に無償にすると。そして、医療とか介護とかあるいは福祉の財源の整備のために使うと。500兆円ですから十分賄うんですよね。ということです。砂月さん、所要につき途中ですが失礼します。配信に感謝しますということですね。どうせ今度の赤字国債も横流して米の指定株が喜ぶだけでしょうと。だから赤字国債を財務省が発行すると、日本の銀行日本に、支店を置くアメリカの銀行も買うわけですよね。あるいはアメリカの金融機関が直接買うということで、横流し当然されるということで、日本国民の税金が利子として、アメリカの金融機関に支払われるということですよね。ということで、今日のメインテーマのポイント、今日のタイトルですね。ツケを国民に払わせる最悪の政策だと。絶対に許してはいけないと。だから山本太郎もこの辺のことを言えばいいんですよね。だから彼は国債発行して、福祉に使えという全く同じ土俵に立っちゃってるからダメなんですよね。で、該当記事ですね。ロイター。で、今こそ金融経済に課税して
540兆規模の実体経済の約20倍の規模に膨れ上がり、実体経済を破壊してさらに肥大化する金融経済に課税すると。だから株取引とか債券取引とか、あるいはデリバティブとか FX とか、あるいは商品先物とか、すべての金融商品の取引に対して 5% 課税するというだけで500兆円の新たな税収が確保できるんですね。で、金融経済の課税とは540兆規模の 20倍に肥大している金融経済に 5% の金融商品取引税を課税するという500兆円の新たな税収が生まれると。その税収を新型コロナウイルスパンデミック対策に使うと。それからベーシックインカムに使うと。それから子ども手当支給に使うと。それから教育の無償化、それからセーフティーネット、医療、介護、福祉の整備に使うと。そして、この辺のブログ記事は市民革命が必要なんだという去年12月のブログ記事ですね。だから金融経済に課税せよっていうのを言ってる人はほとんどいないんじゃないですかね。サンダーズが部分的ですけど、民主党の大統領候補立候補する際に彼は170兆円に膨れ上がって4700万人が苦しんでいる学生ローンを全額免除するために、債券取引に 0.01%、株取引 0.5% か、債券が 0.1%、株が 0.5%、そして、デリバティブに 0.05% という金融経済に課税せよと。そして10年間で170兆円を全額チャラにするというかなり思い切った政策を出したんですね。で、圧倒的に若者の支持を受けてるけど、民主党の主流派にとってはあまりにも過激すぎるということで、彼が初戦は勝ったんですけど巻き返されて、バイデンに負けてるんですよね。日銀国有化が一番いいんですよね。そうですよ。だから日銀の国有化をまず優先的にやると。そして同時に、政府が独占的に持っている、国債発行権を取り上げるんですよね。で、国債発行をやめると。から3番目に、民間銀行が独占している預金者の預金の 1% を中央銀行に預託すると100倍の信用創造が得られるという、他人の金から無からお金を生み出すという壮大な詐欺システム、準備預金制度っていうのがですね。でそれを廃止してもういわゆる預金者の預金の中から貸し出すと、信用創造なんかを与えないと
こういうことをすべきなんですね。ほとんどの民間銀行は潰れるでしょうね。で4番目の信用創造として金が金を生むという金持ちと銀行金融機関がますます声太って永久に声太るという金利制度をやめると。この4つの信用創造特権をやめて金融経済を解体して実体経済中心の経済に立て直すと、復活するというのが、市民革命なんですよね。だからそういうふうに、それこそが唯一の今我々が世界中で直面しているパンデミック、新型コロナウイルスパンデミック、そして貧困の急拡大と、貧富の差の急拡大と、それから実体経済がどんどん破壊され、収縮していると。年間のいくら我々が一生懸命働いても年間の経済成長が 0.1% ぐらいしかならないという。それじゃあ我々が生み出す価値は一体どこに行ったかというと、金融経済に吸い取られてるんですよね。そして、テロと戦争がやまないと。こういう深刻な問題を唯一解決できるのは一体何かというと、これはもう金融経済を解体するために課税する。そのために4つの信用創造特権を剥奪し廃止するという市民革命政権の樹立が必要なんだということなんですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間が1時間と11分12分ですね。そして、同時期に視聴されている方が38名様、全体で133名様、コメントが44件ということですね。ということで今日のトピックス、森友問題で自殺職員が名指し、財務官僚全員栄転の仰天という日刊現代。これはもう日本共産党の追及よりよっぽどマシですよね。実名出してんだから。で2つ目、東京五輪の今夏開催一層怪しくと、安倍首相も延期に言及ということで、これは BBC ニュースジャパンですね。イギリスの国営放送 BBC の日本語版。IOC だけは言ってないですね、これ。から3番目、米上院 1.7 兆ドル経済対策案の動議を否決と、新型コロナで共和党5人欠席ということで、これも面白いですね、これね。トランプが打ち上げた 1.7 兆円ということはもういくら ?107 円としても187兆円という対策法案の採決に向けた動議を否決したと。民主党議員が全員反対に回ったが、共和党議員5人が新型ウイルス感染や感染者との接触により、隔離中で議会を欠席したため、可決に必要な60票にならなかったという、これは面白いですね。で民主党が反対している理由っていうのは、全然足んないよと、予算規模が足んないよということで全員反対したんですね。だからおそらく200兆円ぐらいの経済規模で対策予算で動議が通るんじゃないですか。これも結局アメリカも同じ構造で、
赤字国債を発行するんですよね。アメリカの財務省が赤字国債を発行して、それで金融機関に全額引き受けさせて高い金利を払って、そして1年後に FRB が買い取って、ドル銀行券を銀行に渡すと、そういう基本構図は同じなんですね、みんなね。これ FRB の記事です。FRB じゃない、AFP の記事。雪丸松さん、JOC が WHO に、IOC か、WHO が日本に決めるべきだと言うと、安倍が IOC に従うと言ってますよねと。なんか誰もイニシアチブ取らないと。他人に、決めろと言って回してるわけですよね。そしてこれひどいですね。令和外し、自民森山国対委員長出席しても構わないと。立憲安住氏、自民が難しいと言っていると。この立憲の安住が令和がコロナウイルス対策に関する政府与野党連絡協議会に参加するのを安住が嘘をついて、妨害したというのがバレたんですね。これとんでもない立憲民主党の安住にしろ枝野にしろ、もう完全に、自民党の別動隊でしょうね。ジョシュア・マーティンさん、コンティニューコイン、サンスクリート。みんなあれですよ。自分で責任取んないで、IOC は WHO が言ったらと。WHO は日本が言ったらと。で、安倍は、IOC の言うことに、聞くという、何なんだって。誰が責任持つんだと。からフランス政府マスク不要論に高まる異論と、アジアを見習いの恋ということで、これ産経新聞ですね。で、新型コロナウイルス感染が広がるフランスで予防用マスクは不要とする政府方針に、見直し要求が強まっていると。警察官や郵便局員は安全が確保されないとしてマスク支給を要求。医療関係者にもアジアを見習えとマスクの予防効果を訴える声が出てきたと。フランスでは新型コロナの広がりを受け、マスクの在庫や配布は政府が管理していると。WHO は健康な人は咳などの症状がない場合、マスク着用は感染者の世話をする場合だけで良いとしていることから、フランス政府はマスク使用を医療関係者に限定、17日に外出禁止令が施行された後、街頭で任務を続ける警察官や郵便局員には支給してこなかったと。カスタネール内相は、マスク非着用でも危険性はない、同じマスクをつけ続ける方が危険と訴えたと。これに対し警察労組はマスク不足の中、我々が犠牲にされたとして任務拒否の呼びかけを開始と。郵便局も職場ボイコットで21日は全国休業を迫られたと。ベラン保健相は21日2億5000万枚のマスク発注を発表し、配布の方法を検討すると表明したと。フランスでは一般にマスクは病人がつけるものとされてきた。だが新型コロナは
コロナはアジアに比べ欧州での感染拡大の勢いが激しいことから、医療界でもマスクの効用に注目が集まったと。フランス市パリジャンでは医師らが連名で、東南アジアではマスク着用を一般に広げ、外出禁止令なしに感染拡大を抑えたとして、政府の方針見直しを訴える公開書簡を発表。ル・モンド紙は日中韓などアジア各国でマスク着用が奨励されている現状を紹介し、欧州とアジアの格差を報じたということで、そうですよね。だから WHO 自体がマスクは不要と言ってること自体は間違ってんだよね。マスクっていうのはその感染を吸い込んで、空気中に漂ってる飛沫とかウイルスを吸い込むだけじゃなくて、自分が会話とかくしゃみして、外に出すときにそれを防ぐという二重の効果があるんですよね。で、なんで WHO が世界保健機構がですね、事務局長もそれから緊急対策局長という女性もですね、マスクは役に立たないからつける必要ないということをわざわざ初期の段階で言ってるっていうのは一体何なんだろうね、彼らは。本当無責任だよね。で、それを受けてフランスの政府が同じようなことを言ってるわけですよね。で、それに対してマスクなしで現場で、働かざるを得ない警察官や郵便局員や消防士たちは冗談じゃないと、マスク支給せよと、支給してくんなきゃもうストになるよというふうに言って、それは当たり前でしょうね。これ産経新聞です。普通産経新聞は取り上げないんですけど、こういうこれ現地の特派員からのですね、たまにこういういい情報があるんですよ、産経新聞も。そして今日の重要情報として、上正弘氏激白、新型コロナ対策で人体実験が行われていると。これ日刊現代ですね。これ上さんって私も直接会ったことあるんですけど、医療ガバナンス研究所の理事長なんですね。で、要するになぜ、日本で、コロナウイルス検査が韓国の20分の1でしか実施されないのかと。医者が必要だと言っても保健所が拒否して、膨大な数の希望者、検査希望者が切り捨てられているのはなぜかというと、この上さんの話だと、これを仕切ってるコロナウイルス検査を仕切ってるのが国立感染研究所だと。で、彼らは病院じゃなくて研究体なんですね。研究所なんですよ。だから基本姿勢として患者を見るんじゃなくてウイルスを見てるという、ウイルスを研究対象としてしか扱ってないから、彼らのキャパとして、20分の1ぐらいしか、韓国の20分の1ぐらいしかできないために抑えてんだというようなね。ですから国立感染研究所がその検査を独占している状態の中で、日本はいわゆる病院医師が患者を見るんじゃなくて、研究所が研究対象としてのウイルスを見てると。だから人体実験してるんですよという話なんですね。雪丸松さん、欧米人はマスクする習慣がないんですよねと。口元を隠すのはマナー違反みたいなものということですね。これであれじゃないですか、みんな反省するんじゃないですかね。WHO は金を積んでくれた相手のために発言するだけと、賃金ゲームのようなものということ。そうですね。エチオピアの保健省
今の WHO の事務局長なんですね。それで中国寄りなんですよね。だから中国から資金援助あるいは財政援助をもらってると。で日本も10億円出して、日本もよくやってるよというふうに、事務局長に言わせると。そしてクルーズ船、対応に関しても WHO から批判が出ないように根回したということで10億円で買収したんですね。広島長崎の放射能影響研究所や放射線医学総合研究所と同じと。メソメソ博士さん、まさにそうですよね。研究所なんですよね。治療病院じゃないんですよね。だから研究所っていうのは病気の研究をするために患者を検体として扱うと。全然そもそも基本的な立場が違うんですよね。だからこの神さんの言ってることは正しいですよね、これね。日刊現代のインタビュー記事です。検査すれど治療せずと。そうですよね。だから長崎の、ここに書かれている広島長崎の放射線影響研究所っていうのはわざわざ被爆者をアメリカに連れてったけど治療しないんですよね。いわゆる検査するためにわざわざ検体を取るために、アメリカに連れてってそして終わったら返すと。治療のためじゃないんですよね。ひどいもんですよ。それの URLということで今日のワイワイニュースライブはこれで終わりです。時間が1時間87分40秒ですね。同時期で視聴されている方が40名様、全体で149名様、コメントが56件ですね。ということでたくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきましてありがとうございました。現在、時間が夜の11時44分。もう12時近いですね。やはり最初が10時頃になりましたので10時10何分ですから申し訳なかったです。ということでジョシュア・マーティンさん、キャス君からケイさんお疲れ様ということでお疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。明日火曜日はちょっと早めですね。9時から9時半の間に開始したいというふうに、毎回言ってますけどよろしければまた合流してくださいということで今日の放送終わりです。お疲れ様。